こんにちは。今日はこの綿の糸を使って春らしいプルオーバーを作っていきます。で、模様編みは透かしを多くして軽い印象の模様編みにしました。編み方は V ステッチと長編み3つ、四角、あまり複雑な模様ではありません。で、裾は短くしてコンパクトなシルエット、襟は広め。今はこれぐらいの感じなんですが、着るときにはちょっと下に引っ張るような感じで広めにしました。で、今半袖なんですが、少し前に、同じタイプのプルオーバーの半袖を長袖にした動画があるので、よかったらそっちも見てください。七分袖や長袖もぴったりだと思います。で、この編み方は襟ぐりからぐるぐると編んでいきます。ここからで編みながら袖を作っていきます。で、こんな感じで、とても面白くて楽な編み方なので、よかったら試してみてください。で、今回使う糸はダイソーさんのプリズムライン、色はイエローグリーン、30g で約69メートル、材質は綿とポリエステル、使用かぎ針の目安は 7.5。 今回はこれを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、この糸はこんな感じの糸になっています。で、太さはだいたいこんな感じで 1.5 ぐらいに見えるかと思います。で、この糸で編んでいきます。まずこの部分の鎖を編んでいきます。で、私は今回鎖を100、鎖100編んで輪にして4箇所にマーカーをつけます。で、マーカーのところで広がるように編んでいきます。ここにマーカーをつけて広げてぐるぐると編んでいきます。これでだいたい女性ものの M か L サイズぐらい。襟の形は浅くてボートネックに近い感じで、ここからサイズを変える場合や違う糸で編む場合にはこんな感じで計算します。で、ここから数を決めていくよりも楽な方法があって、まず鎖をしばらく編んでいきます。それをご自身の首元に当ててみて、好みの襟ぐりの広さになるまで編んでいきます。で、好みの襟ぐりの広さまで編んだら、これを半分に折って好きな比率に分けます。この比率は好みなんですが、だいたい3対2ぐらいからちょっと増やしたり減らしたりするといいかと思います。で、この部分があまり狭くなると袖の幅が狭くなるので、狭くても2対1ぐらいがいいかと思います。で、ここが狭くして正方形に近づくと丸い形の襟に近づきます。だいたい3対2から2対1ぐらいが綺麗かと思います。で、半分に折った鎖を好みの比率に分けます。で、この中に V が何個入っているかを考えます。
V は鎖3つで1つの V ができます。1、2、3。この V が何個入るかを計算します。V が10個入る場合、10個入ると V は3の倍数なので 10×3 の倍数。それにプラス2で、長い辺は32。V が10個の場合は32になります。短い辺も同じ。V が6個の場合は 6×3 の倍数。プラス2で20。で、最初の作り目の数を決める計算は、短い辺と長い辺から計算します。短い辺と長い辺をプラスします。こっちにもあるので、かける2。4箇所でダブっているので、マイナス4。計算すると100。作り目は100でスタートします。鎖編みをしていきます。で、この時はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖編みが終わったら輪にします。ねじれていないか確かめます。これが一つ目の鎖。これを裏返して、この糸が盛り上がっているところ、この裏山に針を入れて、で引き抜いて輪にします。これで輪になりました。次は細編みをしていきます。マーカーをつける前に細編みで一周します。細編みをするので鎖を一つで、根元に細編み、この今引き抜いたところ、ここに針を入れて細編みを一つ、一つ目にマーカーをつけておきます。で、次も同じようにこの糸が盛り上がっているところ、裏山に針を入れていきます。で、次も同じところ、で、次もこのまま細編みで一周します。細編みで一周してきました。ねじれていないか確かめます。最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わります。次はマーカーをつけていきます。今糸が出ているのはここにマーカーをつけます。この糸が出ているところで、これがこういう感じ。私の場合は次は20番目。マーカーを含めて数えていきます。これが1、2、3、4、5で、ここが20番目。次はマーカーを含めて32。これが1で32。次またマーカーを含めて数えて20番目。マーカーを含めて32。この32番目は4つ目のマーカーを含めて数えていきます。で、ここが31。ここは引き抜いたところなので数えずに、この1つ目のマーカーがついているところが32。
31、32。この数え始めたところと32番目は同じ。で、次は V ステッチを編んでいきます。1つ目の V ステッチは鎖を4つ。1、2、3、4。根元に長編み。で、これが1つ目の V。マーカーをつけておきます。で、次はここ。次の V は足元1つ飛ばして2つ目。1、2。鎖で同じところに長編み。これで V。次も V を作ります。さっきは足元1つ飛ばしたんですが、次からは2つ。2つ飛ばして3つ目。V を作ります。1、2、3。で、3つ目の V。次も足元2つ飛ばして3つ目。1、2、3。で、次もで、最初は足元1つ、それ以降は2つ。この角の V の両隣は足元1つ、間は足元2つずつ飛ばしていきます。次も1、2、3。で、次も次は角になるマーカーのところなので、両隣は足元1つ。1、2。ここになります。次また足元1つ。で、それ以降は足元2つ。で、こんな感じで次のマーカーのところまで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。またマーカーの両隣は足元1つ飛ばして V ステッチ。1、2。これで V。マーカーをつけておきます。で、マーカーがついていたところの両隣は1つ。なので次も1つ。1つ飛ばして V。
一つと一つ、それ以降は足元を2つ飛ばしていきます。1、2、3。で、次も足元2つ、次も足元2つ飛ばしていきます。で、4つ目のマーカーのところ、ここも同じように足元1つ飛ばします。こっちも足元1つ。これでぐるっと編んでスタート地点まで戻っていきます。V ステッチを編んで1周してきました。最後の V の後は足元1つ残っています。この状態のまま最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。1、2、3。で、これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目は V の中に針を入れて長編みを3つ。まずこの V の中から糸を出します。で、このまま針を入れて糸を出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで V の中から糸が出ました。鎖を3つ。1、2、3。これは長編み1つの代わり。で、V の中に長編みを2つ。これで長編み3つ。で、マーカーを付け替えておきます。で、次の V にも長編みを3つ。1、2、3。次も3つ。1、2、3。で、次も3つ。次も3つ。このマーカーのところでも長編みを3つ。数を増やさないで、すべての V に長編みを3つずつ。で、1周します。長編み3つずつ編んで1周してきました。これが最後の長編み3つ。最初の鎖の下から3つ目。1、2、3。引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。この四角を作っていきます。で、四角を作るので、最初の四角の時は鎖を4つ。1、2、3、4。で、四角を作るので、足元1つ飛ばして2つ目。ここに長編みを1つ。これで四角ができました。次は隣に長編み。次も四角を作ります。鎖を1つ。足元1、2。で、隣に長編み。今回の四角は長編み2つにしていきます。こんな感じで編んでいきます。また四角を作ります。鎖1つ、1、2。長編みは2つにします。
でまた四角、長編みは2つ、でこれで1周します。マーカーは付け替えておきます。ここについていたのを四角のところで、ここでも四角を作ります。この四角の数を増やさないで、一つの長編み3つに四角を1つずつ、数が増えないように編んでいきます。ここはマーカーのところ。マーカーのところでも同じように四角を作ります。で、これ以降も同じ。ぐるっと一周します。四角を編んできました。今は長編み2つのところ。ここにもう一つ四角を作ります。鎖を1つ、足元1、2、その隣には鎖。この鎖の下から3つ目に引き抜きます。これでここも長編み2つになりました。で、次はこの V を編んでいきます。V のところでは増やしていきます。で、マーカーのところになります。で、またこの四角の中から糸を出します。四角の中に針を入れて、これで四角から糸が出ました。で、V を作るので鎖を4つ、1、2、3、4、四角に針を入れて長編みを1つ。これで最初の V ができました。で、次は V の半分を作ります。鎖を1つ。次の長編みはここに2つあるうちのこっち側、ここに長編みを1つ。これが V の半分。1つ目は普通の V で、次は半分。ここで V の数を増やしました。次からは1つの四角に1つの V。鎖。で、また V。で、次のマーカーのところでは V を増やします。ここまで編んでいきます。2つ目のマーカーのところまで来ました。次は V を増やします。まずここに半分の V、 四角には普通の V、 次に半分の V。 まずここに長編みを1つ、鎖を1つ、
これが半分の部位。次は四角に普通の部位。次は半分の部位。鎖一つで、ここ長編みをします。この普通の部位の両隣に半分の部位、こういう感じで編んでいきます。で、マーカーを付け直しておきます。で、またここからは四角に一つの部位、次も部位、でこのまま編んでいて、ここでも同じようにこの部位を作ります。半分と普通と半分、このマーカーのところに作ります。で次のマーカーのところも同じで、くるっと最初のところまで編んでいきます。5周目の部位を編んできました。これが最後の部位。最後の部位が終わったら、最初の部位の隣に半分の部位を作ります。半分の部位は足元、この鎖の下から3つ目、ここに長編みを1つ、1、2、3、長編み、鎖で、最初の部位の鎖の下から3つ目、1、2、3、これで普通の部位の両脇に半分の部位、同じように部位が増えました。こっちも4箇所で部位が増えました。次はここと同じように部位に長編みを3つずつ、またこの部位の中から糸を出します。で、鎖を3つで、長編みを2つで、次の部位の半分にも長編みを3つ、こんな感じになっています。で、次の部位、長編みを3つで、次も3つ、次も3つ、このまま次のここまで編んでいきます。2つ目のマーカーのところまで来ました。また部位の半分に長編みを3つ、ここにで、次の部位、ここにも3つで、次の部位の半分、ここにも3つで、こんな感じになります。で、次また部位に長編みを3つずつ、
同じように次のマーカーのところまで編んで、でここに長編み3つ、ここにも長編み3つ、ここにも3つとぐるっと編んでいきます。ここまで編んでいきます。6周目を編んできました。最後はこの最初の V の半分、ここにも長編みを3つ、1、2、3、最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて6周目が終わりました。次はここと同じように編んでいきます。同じところを繰り返していきます。 V の次は長編み3つ、次は四角、さっきと同じように鎖を4つ、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目に四角、長編みをします。で長編みは2つで、また四角を作ります。長編みは2つ、ここと全く同じになっています。ここからはここと同じように繰り返していきます。四角の次は V、 マーカーのところでは V を増やします。増やし方は半分の V、 普通の V、 半分の V。 ここが終わったらまた長編み3つ、次は四角、四角の次は V。 これでしばらく編んでいきます。24センチ編んできました。段数は最初の細編みを含めて21周、最後は長編み3つの段になっています。この長さは好みで、もっと短くても長くても大丈夫です。ただ最後がこの長編み3つにした方がこの動画と一緒にできるので楽かと思います。できればこの長編み3つで一緒に編んでいきます。で次はここが長い辺、ここが短い辺、このマーカーとマーカーを合わせて鎖でつないで袖ぐりを作ります。こっちも同じようにマーカーとマーカー、鎖でつないで袖ぐりを作ります。で今マーカーがついているのはこの3つの真ん中、こっちも同じように3つの真ん中、こっちは最初に始めたところ、この長編み3つの真ん中にマーカーをつけています。編み始めはこの隣なんですが、マーカーをつけるのはこの位置で、こことここを合わせます。で今糸は切らずに休めておきます。で新しい糸で鎖を編んでつなげます。ここが短い辺、こっちが短い辺、ここが表を上にします。で新しい糸で引き抜いて鎖を編んでいきます。1、2、3、4、5
次のマーカーのところ、このマーカーのところに表から針を入れます。この真ん中、で引き抜いて引き抜いて、これでつながりました。でもう一度鎖を編んでこれを切ります。で引き締めて、これで鎖が出来上がりました。反対側も同じように、ここから針を入れて糸を出して鎖を5つで、表からで鎖1つで、これで両方ともつながりました。で、さっきの糸に戻ります。糸玉につながっている糸が出ているところから続けて編んでいきます。で、今糸が出ているのはこの長編み3つの右側、鎖3つの上になっています。ここから四角を編んでいきます。四角を編むので鎖を4つ、1、2、3、4で、四角を編むので足元1つ飛ばして2つ目、鎖の根元はここ、隣は1つ目、次は鎖の1つ目、1、2、鎖の1つ目に長編みをします。で、針を入れる場所はこっち側が2本、こっちが1本、こっちが2本で、こっちは1本長編みをします。で、四角ができました。で、次は長編み、ここと同じように編んでいきます。で、次また四角、1、2、で、長編みは2つ、で、1、2、3、4、5、次は鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これで四角ができました。で、次からは今までと同じようにこの上に四角を作っていきます。で、これで反対側の鎖の手前まで編んでいきます。反対側の鎖の手前まで行きました。また四角を作ります。足元1、2、2つ目は1つ目の鎖、
1、2、これで四角ができました。長編みをもう一つ。で、また四角。1、2、で、長編みは2つ。で、また次四角。足元は1、2、ここを飛ばしてここ。で、これで四角ができました。また同じように編んでいきます。ぐるっと編んでスタートしたところまで戻ってきます。四角を編んで一周してきました。ここにもう一つ四角を作ります。鎖1、2で、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて四角のところが終わりました。また同じように編んでいきます。次は V、 隣の四角に針を入れて引き抜いて鎖を4つ、2、3、4で、四角に長編みで、次また V、 今までと全く同じように編んでいきます。で、これをぐるっと編んでいって好みの長さになるまで編んでいきます。この長さも好みで大丈夫です。で、しばらく編んでいきます。最初の細編みを含めて36周編んできました。長さは約43センチ。最後は長編み3つになっています。で、ここで実際着てみて好みの長さになっているかを確認します。私の場合はちょっと短めで、ワンピースとかに合わせる場合はこれぐらいでいいかと思います。で、それ以外だともうちょっと長くしてもいいかと思いました。実際に着てみて好みの長さにします。次は細編みで何周か編んでいきたいと思います。細編みをするので鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ、これが1つ目。次も細編み、次はこの長編みの上、次はこの長編みの上、次はここ、一つの長編みの上に一つずつ細編みをしていきます。このまま一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。これで細編みの1周目が終わりました。もう1周細編みで編んでいきます。鎖を1つ、根元に細編みで、またさっきと同じように細編みを編んでいきます。一つに一つの細編みを編んでぐるっと1周します。細編みを2周編んできました。少し長めに糸を切ってとじ針で始末します。これが1つ目の細編み、これが2つ目、2つ目に手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編み、ここに上から針を入れます。
後ろに針を出します。で、引き締めて大きさを揃えます。で、裏でほどけないように隠します。こんな感じになりました。こんな感じに出来上がりました。襟は浅めで、着るときには下に下げる感じで、こんな形にして着ると可愛いと思います。で、袖は短め、脇の下に余裕分を作っているので、とても着やすいと思います。で、丈は短めで、これはお好みで好きな長さにしてください。短めの方が春らしくていいかと思います。今回の模様編みはすごくシンプルな編み方の組み合わせなんですが、組み合わせるとすごく可愛く出来上がりました。初めて組み合わせたんですが、すごく良かったと思います。サイズは襟ぐりから44センチ、上から下までは48センチ、横幅は49センチ、襟ぐりは68センチ、袖ぐりは44センチ、240g 使いました。で、使った糸は8玉、残ったのはこれぐらい。最後までご視聴ありがとうございました。